ちょっと、なんてことするの？兄嫁が娘のためにと買ってくれたスカート。なんと娘はそのスカートをゴミ箱に捨てたのだ。私の怒鳴り声に娘はゆっくりと振り返る。だが、その表情を前に、私は思わず息を飲んでしまった。ママ、これ見て。ボロボロと涙を流しながら、娘がゴミ箱からスカートを取り出す。それを見た瞬間、私は言葉に詰まった。一体どうして、なんでこんなものを娘にプレゼントしたの？驚きとともに抑えようのない怒りがふつふつとこみ上げてくる。スカートを握る手にぐっと力が入った。なぜこんなことをしたのか、必ず白状させてやる。私の名前は佐久間美香、32歳。管理栄養士の資格を持つ私は保育園で調理師として働いている。夫の健とは結婚してもうすぐ7年。先日5歳になった娘リナとの3人家族だ。夫婦関係は良好で、共働きで忙しい毎日だが、それなりに充実している。娘もまた寂しそうな素振りを見せることはなく、自分でできることは自分でやろうとしている。夫と娘との日々は毎日が本当に幸せだった。そんなある日のこと、私が仕事から帰宅すると、2つ年上の兄俊から着信があった。珍しいなと思いつつもすぐに応じると、兄は少し緊張気味に口を開いた。久しぶりだな、ミカ。元気にしてるか？お兄ちゃん、久しぶりだね。私は元気だけど、どうかしたの？いや、実はさ、近々そっちに遊びに行きたいと思ってるんだ。え？うちに？珍しいね。なんかあったの？実はさ、俺、結婚することになったんだ。予想もしていなかった発言に思わず、え？と声を上げてしまう。どういうこと？と尋ねると、俊は照れた様子で話し始めた。どういうことも何も、そのままの意味だよ。俺ももう34だし、結婚したっておかしくない年齢だろ？まあ、それはそうだけど、彼女がいるなんて知らなかったからびっくりだよ。付き合って1年くらい経つかな。ほら、うちは両親がもういないだろう。だから、お前にだけはちゃんと紹介しておきたいと思ってさ。お兄ちゃん。そう。私の両親はどちらもすでに他界している。父は5年前に病気で生き、その後を追うように母も翌年急逝した。血のつながった家族はもはや兄のみ。私と違い兄はまだ独身だったので、両親に嫁を見せてあげることができなかったとひどく落ち込んでいたのを覚えている。そんな兄にとって結婚は特別な意味を持つものなのだろう。父と母がいない今、家族は私だけ。妹にだけはきちんと結婚を報告したい。そんな風に思ってくれているのだろう。兄の思いが電話越しにひしひしと伝わってくる。私が涙ぐんでいるとも知らず、兄は続けた。入籍日はもう決まっててさ。あとはお前やケン君、それとリナに紹介するだけなんだ。そうだったんだ。うちは土日ならいつでも大丈夫だよ。じゃあ今度の日曜、行ってもいいか？もちろん。リナもお兄ちゃんに久しぶりに会えるの、すごく楽しみだと思う。俺も楽しみだよ。
リナにまた新しいおもちゃを買っていかなきゃな。もう、ほどほどにしてね。いつも来るたびに買ってくるから、リナも期待しちゃうじゃない。いいんだよ。リナは俺の娘も同然だからな。兄は娘のリナが生まれた時から実の娘のように可愛がってくれていた。自分が未婚だったことも大きいだろうが、家に来るたびにおもちゃや服を買ってきてはリナにプレゼントしていた。兄がかなり甘やかすため、娘も兄が来るといつもべったり。叔父と姪っ子というより年の離れた兄と妹のような仲の良さだ。兄と電話を終えたタイミングでちょうど娘が風呂から上がってきた。週末に兄が遊びに来ることを伝えると、リナは満面の笑みを見せた。え、俊おじいちゃん来るの？なんかね、リナに会いたいみたいよ。ほんと？リナも会いたい。おもちゃ買ってきてくれるかな？買っていくって言ってたよ。よかったね。やったー！俊おじいちゃん来るの楽しみ。娘の嬉しそうな様子にこちらまで嬉しくなってくる。一方の夫は少しだけ寂しそうな表情をしていたが、それすら微笑ましく感じていた。数日後の昼過ぎ、家のチャイムが鳴った。玄関には兄と背の小さな可愛らしい女性が立っていた。ミカ、彼女が俺の婚約者の葵だよ。兄の紹介に続いて、婚約者の葵が、はじめまして、と私に微笑む。二人をリビングへ通すと、リナがものすごい勢いで兄に突進した。俊おじちゃん久しぶり。おお、リナ、久しぶり。大きくなったな。リナね、もう5歳になったんだよ。もうお姉ちゃんじゃん。あ、はいこれ。今日のおもちゃな。わーい、やったー。ありがとう、俊おじちゃん。娘は喜々として兄からもらった袋のラッピングをほどいた。中には娘の年代の子に流行っているおもちゃが入っていたらしく、リナは早速遊び始めている。お茶を入れ、兄と婚約者に出すと、兄は真剣な表情で話し始めた。ミカ、ケン君、今日は時間を取ってくれてありがとう。彼女が俺の婚約者の葵だよ。葵さん、すごく可愛らしい人だね。お兄ちゃんにはもったいないくらい。お前、失礼だな。確かに葵は可愛いけど。あ、それは認めるんだ。もう、妹夫婦の前でのろけないでよ。うるさいな。お前が茶化すからだろ。私と兄のやりとりに、夫と葵がクスクスと笑う。可愛らしく笑う彼女は、兄にはもったいないほどの人だった。葵さん、本当にうちの兄でいいんですか？冗談半分で尋ねる私に、彼女は再度くすっと笑った。もちろん、むしろ、俊くんがいいの。そうなんですか。葵さんみたいな素敵な人が兄と結婚だなんて。世の中捨てたもんじゃないですね。妹さんの前でなんだけど、私にとってはとても素敵な彼なのよ。本当ですか？でも、そんな風に言ってくれる人がいて嬉しいです。兄は顔は普通なんですけど、ちょっとお人よしすぎるところがあって。それは言えてるわね。でも、これからは私が嫁としてしっかり見張っておくから、心配しないで。葵の言葉に兄が嬉しそうにはにかむ。そんな彼らの様子を見て、私もつい頬が緩んでしまった。その翌月、
兄たちは結婚した。こうして私と葵は義理の姉妹となったのである。それ以来、兄夫婦は定期的に我が家へ遊びに来るようになった。その度に兄はこれまで同様、おもちゃや洋服を娘に持ってきてくれた。おーい、リナ。これ、今日のプレゼント。わあ、このお洋服、リナの好きなところのやつだ。ちゃんとお母さんに聞いて買ってきたんだぞ。たくさん着てくれよ。うん、たくさん着るね。ありがとう、俊おじちゃん。娘と兄は相変わらず仲が良く、うちに来るといつもこんな感じだった。兄が結婚して1年が経った頃のこと。いつもと同じように兄夫婦が我が家を訪れる。その時ふと兄嫁の表情が目についた。あれ？葵さん、いつもこんなきつい目をしてたっけ？前はもっと優しい雰囲気だったんだけど、なんかあったのかな。兄と娘が遊ぶ様子を兄嫁は鋭い眼差しでじっと見つめている。なんとなく気がかりになり、私は兄嫁に声をかけた。葵さん、何か嫌なことでもありましたか？どうして？いや、なんだかいつもと雰囲気が違うので、勘違いだったらごめんなさい。勘違いじゃないわ。最近、ちょっと悩んでることがあるの。そうだったんですね。もし私でよければ、話くらいは聞けますよ。ありがとう、ミカちゃん。でも、話しても解決しないことだから。葵はどこか馬鹿にするような口調で、バッサリそう切り捨てた。こんな彼女を見るのは初めてのことだったので、驚きでうまく言葉が出てこない。動揺しつつも、私は必死に言葉を絞り出した。そうですよね。すみません。私、ちょっと出しゃばっちゃって。ミカちゃんは悩みなさそうだもんね。いや、そんなことは。まあ、そのままでいいと思うよ。私みたいに感受性が豊かだといろいろ気にしちゃうからさ。ミカちゃんくらい能天気な方がいいと思う。褒めているような言い方だが、中身は真逆だ。どう聞いても馬鹿にされているとしか思えなかった。何よ。あんな言い方しなくてもいいじゃない。純粋に心配しただけなのに、馬鹿みたい。この一件以来、私は兄嫁に対して苦手意識を持つようになった。すると娘も何かを察したのか、ある日私にこんなことを言い出した。ねえママ、俊おじちゃん、一人で遊びに来ることはできないの？どうして？だって、俊おじちゃんのお嫁さん、いつも怖い目でリナを見てくるんだもん。そうだったの？そうだよ。いっつもリナのこと睨んでるもん。話しかけてもお返事してくれない時もあるんだよ。普段、娘が誰かを悪く言うことはめったにない。そんな彼女がここまで言うのだ。リナからしてみれば、兄嫁の視線が怖いのは事実なのだろう。仮にそうだとして、兄嫁がよく思っていないのは私だけのはず。だとしたらなぜ？気に食わない私の子供だから娘のことも気に食わないの？もしそんな理由なら娘が不憫すぎる。このままではリナもまた兄嫁に対して苦手意識を持ってしまうだろう。不安に思った私は折を見て兄嫁に話をしてみることにした。2ヶ月後のこの日、
久々に兄夫婦がやってきたのだが、以前とは比べ物にならないほど兄嫁の機嫌が良かった。表情は常にニコニコしており、この間のような怖い雰囲気は一切ない。私の気のせいだったのか。それともあの時はただ兄嫁の機嫌が良くなかったのか。そんなことを思っていると、兄嫁が満面の笑みで娘に近づいてきた。りなちゃん、今日はね、私からプレゼントがあるの。プレゼント？はい、これ、りなちゃんに似合うと思ってスカート買ってきたの。りなに？そうだよ。私が帰ったら袋を開けて一人でゆっくり見てね。うん。ありがとう。娘は嬉しそうな表情でもらった袋を抱きしめた。それもそのはず。プレゼントされたのは娘の大好きなブランドの洋服だったからだ。おそらく兄から好みを聞いたのだろう。娘のためを思って何かを買ってきてくれた。その心遣いが純粋に嬉しかった。兄夫婦が帰宅すると、夫は買い物へ出かけた。娘が上機嫌でもらったプレゼントを開ける姿を尻目に、私は掃除機をかけ始めた。だがその直後、私は掃除機を止め、声を荒らげていた。ちょっと、なんてことするの？兄嫁の買ってきたプレゼントの中身は、娘の好きなブランド物のスカートだった。娘はなんと、そのスカートをゴミ箱へ捨てたのだ。私の隣声に娘はゆっくりと振り返る。だが、その表情を前に、私は思わず息を飲んでしまった。ママ、これ見て。ボロボロと涙を流しながら、娘がゴミ箱からスカートを取り出す。それを見た瞬間、私は言葉に詰まった。何これ。スカートを広げてみると、そこには泥が染み込んだような跡があった。そして裏面だけがズタズタに切り裂かれていたのだ。一体どうして、なんでこんなものをリナにプレゼントしたの？驚きとともに抑えようのない怒りがふつふつとこみ上げてきた。スカートを握る手にぐっと力が入る。私はようやく理解した。やはり兄嫁は私だけでなく娘まで嫌っていたということを。これは確実な嫌がらせだ。私は夫に事情を話し、翌日再び兄夫婦を呼ぶことにした。娘のことは夫に任せ、外に出ていてもらうことにした。翌日、なぜ再び呼ばれたのか兄は全く理解していないようだった。ただ用があるとでも思ったのだろう。どうしたんだと何気なく尋ねてくる。そんな兄に私は事実を告げた。葵さんが昨日リナにプレゼントしたスカートね。泥が塗られてて、裏面がズタズタに切り裂かれてたの。はあ？そんなわけないだろ。冗談にしてはちょっとひどいんじゃ。じゃあこれ見てよ。私は昨日娘が受け取ったスカートをそのまま兄の前に広げた。それを見た兄は目を見開き、兄嫁の方を向いて、どういうことだよ、と小さくつぶやく。私が兄嫁をきっと睨みつけると、彼女は深くため息をつき、気だるそうに口を開いた。それが何？しょうがないじゃない。あんたたちが気に食わないんだから。何言ってるんですか？私やリナが葵さんに何かしましたか？別に。ただ、存在が腹立つのよね。私たちには子供がいないのに、
あんたのとこには子供がいるから、俊がおもちゃやら服やらを買うでしょ。それが気に食わないのよ。そんな勝手な理由で。勝手？あんたら親子のせいで、私がどれだけ嫌な思いをしてきたと思ってんのよ。兄嫁の言い分は、実に身勝手だった。結婚後、彼女は自分がすぐに妊娠すると思っていたらしい。だが、半年、1年経っても妊娠せず、最終的に兄嫁は妊娠しにくい体だと診断されたという。それがよほど屈辱的だったらしい。しかも自分が不妊気味なことを兄には隠していたのだろう。だから子供がいるという理由だけで私を嫌い、娘のリナにまで嫌がらせを行ったのだ。すべてを知った私は怒りで体が震え始めた。二度と来ないでください。私のつぶやきに兄がバンと机を叩いて立ち上がった。お兄ちゃん？ふざけんな。ふざけんじゃねえよ。おかしいだろ。兄は兄嫁をぎろりと睨みつけ、声を荒らげた。いい加減にしろ。そんな理由で俺の大事な妹と姪っ子を傷つけるなんて、どうかしてるんじゃないか。お前がしたことは絶対に許せない。そんな悲惨な人間だとは思わなかったよ。何よ。私は悪くないでしょ。悪いのは全部あんたの妹で。兄嫁の反論に兄は牙をむいた。はあ？妹が何をした？ミカはただ一生懸命子育てしてただけだろうが。妹は俺たちの結婚をあれほど祝ってくれたのに、なんでこんなことが平気でできるんだ。なんで自分の旦那の兄弟にそんなひどいことができるんだよ。最低なことをしたっていう自覚はないのかよ。こんなにも取り乱した兄を見るのは初めてのことで、私は逆に冷静になってしまった。だが兄嫁はこんな状況になってもなお反省の色を見せずにため息をついている。そんな彼女に兄はついに言い放った。離婚だ。その言葉に兄嫁はは？と目を見開いた。引きつった表情でゆっくりと口を開く。ちょっと待ってよ。何言ってるの？離婚なんて冗談よね。冗談なわけないだろ。家族にあんなひどいことをされたんだ。離婚は当然のことだろう。ふざけないでよ。私だって家族でしょ。それなのにどうして妹を優先するのよ。黙れ。俺の大事な家族をお前は傷つけたんだ。嫌がらせをするようなお前を俺はもう家族だとは思わない。最低最悪の他人だよ。そんな。嫌よ。兄嫁はその場で泣き出し、床に崩れ落ちた。そんな彼女へ、私と兄は冷たい視線を注ぎ続けていた。その後、兄は宣言通り、兄嫁と離婚したという。彼女は離婚を渋っていたそうだが、彼女の両親立ち会いのもと、兄が事情を説明したらしい。幸いだったのは、相手の両親が常識的な人間だったこと。葵に非があることを素直に認め、離婚届にサインするよう彼女に言い聞かせてくれたという。離婚成立後、兄はまたプレゼントを持って遊びに来てくれた。中身は女の子用の真新しいスカートだった。うわ、すっごいかわいい。リーナに似合うと思ってさ。気に入ったか？うん。持ってるスカートの中で一番好き。それはよかった。
たくさん来てくれよ。うん、ありがとう、俊おじちゃん。幸いなことに兄はあまり落ち込んではいない。離婚したことよりも娘を傷つけてしまったことを後悔していたようだが、今はその傷もだいぶ癒えたらしい。これからも兄として、また娘の叔父としてたくさんの愛情を注いでくれることだろう。離婚してでも娘と私を守ってくれた兄を私は誇りに思っている。ありがとう、お兄ちゃん。私の言葉に兄は照れくさそうに微笑んだ。